こんにちは、千代子です。ようこそおいでくださいました。突然ですが、私はギターという楽器に関して無知で、つい最近までエレアコという言葉を知りませんでした。大きな音が必要な場合、アコースティックギターにもアンプにつながっているものがあったなんて。演奏を見たことはあったのかもしれませんけど、全然気づいていなかったというか、なんというか。で、100円のおもちゃのギターをセリアで見かけ、勢いだけでこれをエレアコに改造しようと思いついたのでした。千代子工房としては、ちょっとした大掛かりチャレンジになりましたので、動画を3回に分けて作成しました。第1回目はギターに取り付けるコンタクトマイク、いわゆるピックアップの準備です。というわけで、千代子工房は急遽素人ギター工房となりました。とはいうものの、ギター工房になったのはいいのですが、エレキギターもアコースティックギターも本物には触ったことさえありません。アコースティックギターをエレキ化したのなら、それはエレキギターって言うんじゃないんでしょうか、というのがにわかギター工房としての素朴な疑問。けれども、いわゆるエレキギターとエレアコとでは、アンプに送る信号を作る仕組みが違い、音色も違うのですね。で、どこがどう違うのか。そこで初めてギターのピックアップという言葉を知りました。音による信号を感知して電子信号に変えるもの。ギターを弾かれる方はよくご存知なんですよね。エレキギターに使われるピックアップとエレアコに使われるピックアップでは振動を電子信号に変えている物理現象が違うんですね。エレキギターのピックアップは電線のコイルと磁石でできていて、ギターの弦が鉄なので磁性を帯び、コイルに電流が流れます。弦が振動すると電流が変化しますので、音を電子信号としてアンプやスピーカーに伝えられます。対してエレアコのピックアップはセラミックでできており、このセラミックが振動すると圧電効果、あるいはピエゾ効果と呼ばれる現象が起き、それを利用してアンプやスピーカーに音を伝えます。エレアコのピックアップは弦だけではなく、共鳴板、共鳴箱の中の空気、これら全部の振動による圧力の変化を感じているのです。ですので、エレキギターに比べ、ギター自体が鳴らす音がより反映されます。ちょっとだけこのピエゾ効果について見ていきますと、ピエゾ素子と言われる特定の水晶やセラミックに圧力が加わると、その物質に電極が発生します。これは振動による空気圧の変化でも起こり、導線をつないでおけば電流が流れます。弦を弾くことによって、ピエゾ素子が共鳴板や空気に押されて起こる電圧の変化を見れば、音の情報が得られるわけです。ピエゾ効果の発見には、何でもフランスの科学者ジャック・キュリー、ピエール・キュリー兄弟が関わっているのだとか。兄弟の弟さんの方、ピエール・キュリーさんといえば、そうです。奥様はポーランドが生んだ花、マリア・スクボドフスカ、フランス語名マリー・キュリー、キュリー夫人として知られているあの方ですよ。子供の頃に読んだキュリー夫人の伝記で、ピエール・キュリー氏のご家族が学者肌で浮世離れした一家だったっていう印象を受けましたが、お兄さんとはこういう研究もしていたのですね。話をエレアコと呼ばれるエレキ化されたアコースティックギターに戻しましょう。エレアコに使われているピックアップは薄いセラミックのピエゾ素子でできているそうです。ピエゾ効果によって振動をピックアップして電子信号にするのですが、これは逆に電子信号を振動にも変えられるのだとか。つまり、ピエゾ素子は音を電子信号に変えるマイクの役割を担い、また逆に電子信号を音に変えるブザーやスピーカーの役割もできるというわけです。パーツ屋さんでピエゾ素子の単体、
あるいはピエゾスピーカー、ピエゾブザーとして売られているものも、ギターのピックアップの中身のピエゾ素子とは基本的には同じなものだということです。ということは、夏に仕入れてきたスピーカー、ブザーの類がいくつかあったはず。いや、それもいいんだけど、あれを使おう。こちらの窓やドアにつける防犯ブザー、冷蔵庫のドアの開閉アラームを作った時の動画にもちらっと登場したものなのですけど、この中にもピエゾ素子が入っています。で、こちらと同じもので壊してしまったものを捨てずに取っておいたものがあり、それのピエゾ素子を取り出して使うことにいたします。何をしていてどうやってどういうふうに壊れたのかは聞かないでやってくださいませ。ピックアップを自作されている方の動画やブログを参考にして、糸のように細い導線は取り外して、扱いやすいジャンプワイヤーを付け直しました。真ん中の白いのがセラミックで、普通はこちらをプラス側、周りのアルミニウムプレートをマイナス側にするそうです。ちょっとハンダが乗りにくいので手間取りましたが、へっぽこハンダ付けがなんとか終わり、私のハンダ付けはすぐ取れてしまうので、後にはグルーガンで固定しました。これをさらにペットボトルの蓋などに入れてガードしている人もいますが、今回はここまでにしておきます。ちょうど手元にあったこちらのアンプのパーツ、PM8403 にジャンプ線を仮止めして、ピックアップとスピーカー、電源とつなぎました。ピックアップのジャンプ線とは割り口クリップでつながっているだけです。ピックアップからの入力はモノラル信号なのであまり意味はないのですけど、アンプのアウトプットにはあり合わせのスピーカーを2つつなぎました。スピーカー1つだったら音が出ないなんてことがあるのかわからなかったので、電源はモバイルバッテリーから取ります。余っている安物の USB ケーブルを改造してつないでいます。ピエゾ素子のディスクを軽く叩いてみると、音出てますよ。ピエール・キュリー先生。100均ギターのエレアコへの道、大きな一歩を踏み出しました。ご視聴ありがとうございます。次回の動画は、このピックアップマイクからの信号をできるだけ良質な状態でアンプに送るための処理をするプレアンプの組み立てについてです。ぜひいらしてくださいませ。